今回は大阪夏の陣についてです。前後半に分けて解説していきます。まずは前回のおさらいをしていきます。群雄割拠の戦国時代において、すっごくいろいろなことが起きて、大阪冬の陣が勃発し、徳川家が勝利し、その結果、こういう条件によって和睦が成立しました。というわけで、徳川家は大阪城の総構と呼ばれる一番外にある堀を早々に埋めてしまいます。さらに本来豊臣家が埋めることになっていた二の丸三の丸の堀も埋め始めてしまいます。これに対して豊臣方の浪人たちが抵抗し、小競り合いが発生します。この騒ぎの報告を受けて徳川家康は豊臣方にこういうことを言います。この手の言いがかりにほとほと嫌気がさした豊臣方は、こんな感じで徳川家康を突っぱね返し、その結果こうなってこうなります。続いて豊臣、徳川それぞれの戦略について説明します。まずお互いの戦力ですが、こんな感じです。なので徳川方はとにかく数に物を言わせて敵を圧倒することを基本戦略とします。一方の豊臣方は兵数では圧倒的に不利であるため、全面対決は避けて家康を討伐することを基本戦略とします。さて、そんな戦略を立てた上で徳川軍は二条城、伏見城に集結させていた戦力を3つに分けて大阪城を目指しました。そしてその中でこのような合戦が発生しました。というわけで、まずは道明寺の戦いを見ていきたいと思います。まず道明寺がどこにあるかというと、ここです。そしてこの山あいを東から徳川のこういう面々が侵攻しようとします。これに対して徳川方の出鼻をくじくべく豊臣方が迎え撃ちます。これが道明寺の戦いです。それでは実際の合戦を見ていきたいと思います。藤井寺に駐留していた後藤元次は援軍である真田信繁、毛利勝長と合流してから徳川方と対峙する予定でしたが、深い霧により援軍到着が遅れ、さらに徳川方の先発隊である水野勝成が山あいを抜けてきたとの報を受けます。これを受けて後藤元次は藤井寺を発し、川を渡り小松山という小高い丘に陣を張ることにします。そしてそのうち霧が晴れて水野勝成部隊の姿を確認します。互いの戦力はこんな感じです。なお霧が晴れて分かったことなのですが、徳川方の部隊はすでに集結しており、松平軍の9000人、伊達軍の1万人、この大軍勢が後藤隊をすでに取り囲んでいたのです。徳川方としては圧倒的な戦力を持って後藤隊を打ち倒すだけです。このようにして道明寺の戦いが幕を開けます。
隊も少ない兵力で前線を繰り広げますが、いかんせん圧倒的な兵力差の前では打つ手もなく、ここで打ち果ててしまいます。こうして道明寺の戦いは徳川方の勝利で幕を閉じます。さて、道明寺の戦いのちょうど裏で、八尾、和歌江の戦いという合戦も繰り広げられていました。まず、八尾、和歌江がどこにあるかというと、この辺りです。そして、どのように合戦が開始したかですが、まず、道明寺に向かっていた豊臣方と、同じく道明寺に向かっていた徳川軍が、ばったり出会ってしまい、それぞれ戦いを開始したというものです。それでは、八尾の戦いから見ていきます。両軍はこんな感じで激突します。では、上の方の戦いから見ていきます。長宗我部の本隊は川の手前で待機させ、長宗我部の先鋒隊が東堂高虎軍と対峙します。数で優位に立っていたこともあり、ここの戦いは長宗我部軍が勝ちます。続いてもう一つの戦いも見ていきましょう。こちらは東堂高虎の別動隊です。南方面から長宗我部本隊を攻撃しようと進軍しますが、草むらに伏せていた長宗我部のゲリラ部隊に突如攻撃され大混乱。壊滅的なダメージを受けて撤退を余儀なくされます。こうして八尾の戦いでは長宗我部軍が勝利を収めます。続いて和歌江の戦いも見ていきます。こちらはこういう人たちが激突します。なおどうでもいい情報ですが、木村重成は超絶イケメン、東堂高虎はジャイアント出来すぎを足して2で割らない人、井伊直孝は彦にゃんの元となった人です。さて和歌江の戦いはイケメン木村重成が鉄砲隊を川べりに配置し、井伊軍に打ち込むところから戦いが始まります。そして井伊軍も反撃すべく進軍を開始します。これにより井伊軍は足場の悪い沼地地帯へと誘導され、不利な状態で木村隊と戦うことになります。こんな感じで和歌江の戦いが幕を開けたわけですが、なんだかんだで木村、井伊、東堂が入り乱れて戦う総力戦へと発展します。
このようにお互いに総力をかけた消耗戦を繰り広げたわけですが、豊臣方である木村重成は討ち死に。結果、徳川軍が勝利を収めます。ただ、東道隊も大打撃を受け、これ以降の戦いではほぼ機能しなくなります。さて、道明寺、八尾、和歌江の戦いの後に本田の戦いというものが勃発していたので、これも紹介していきたいと思います。まずは本田の戦いが繰り広げられた場所ですが、ほぼ道明寺と同じです。そしてここで東西軍が激突するわけですが、このうち真田信繁と伊達政宗の戦いに焦点を当てて見ていきます。まず伊達軍は本隊を伊達政宗、先方に片倉重綱を配置して戦いに挑みます。赤備えで身を固めた真田信繁は小高い丘の上に陣を配置し、伊達を迎え撃ちます。そして伊達側の片倉重綱の時の声とともに戦いが開始されます。こうして両軍は正面からぶつかり合います。しばらくこの状態が続き、途中騎馬隊が投入されるなどの展開はありますが、一進一退の攻防が続きます。そこで戦局を優位にすべく真田信繁は前線の中央にスペースを作り、片倉側にあえて前線突破をさせます。そしてそこに集中砲火を浴びせ、さらに左翼右翼の部隊を進撃させ、片倉隊を包囲してしまいます。こうして局所的な戦局ではあるものの、真田が本田の戦いに勝利します。このような幾多もの合戦を経て、両者はついに天王寺、岡山で最終決戦を迎えます。天王寺、岡山の場所はこの辺りです。徳川軍は南から攻め上がり、大阪城を取り囲むように陣を構えます。両軍の陣営を少し見ていきましょう。まずは岡山に陣を構えた徳川秀忠の軍勢。そしてそれを迎え撃つ豊臣側の軍勢。天王寺における徳川家康や真田、毛利の軍勢。そして難波方面に陣を構えた伊達、松平隊。こんな感じで大阪夏の陣の最終決戦が行われます。というわけで今回の動画はここまで。続きは次回の後編にてお送りいたします。